結局この人生きてんのか死んでんのかよく分かんない人だからさ時間も歴史も何もかもよく分かんない人だから。Hello Netflix、I'm Ken渡辺健です。今日は今和の国のアリスシーズン3の出演シーンを見ながら感想をコメントします。やっぱりでもイメージしてた以上の CG だよね、この感じっていうのは。キャラクターになるっていうよりかは結構もうそこにいればそうなれるっていう、そういう感じをすごくしたよね。まあもちろんほぼバックグラウンドグリーンバックでこのコンクリートのセットしかなかったんですけど、なんとなくイメージはできましたね。でももちろんバックグラウンドイメージ以上の CGI ではありましたけど、質感色味も結局この人生きてんのか死んでんのかよく分かんない人だからさ時間も歴史も何もかもよく分かんない人だから、だけどすごい実存的でいたかったんだよね。その辺がうまくこう実際に生きてる人間と対峙した時のなんかこういい意味の分からなさ加減みたいのが出たかなって気はするよね。ちょっと危なさもあり、危ないっていうか怖さもあり、クリエイトするっていうよりもどうそこに存在できるかっていうことの方が一番大きいような気がしたのね。ワードローブにしてもメイクにしても決して特殊なことはしたくなかった。だけどちょっと街にはいないよなっていう空気感は出したかった。だからその辺がすごくこう難しい、立ち位置の役だったと思うんですよ。だから役をこうビルドアップするっていうよりも何かこう半透明のとこからこう浮き出てくるみたいな、だけど脈は打っているっていうなんかそんなイメージだったのね。でこの帽子もすごくこだわって作っていただいて、ワードローブに全部境目をなくしてもらったんですよ。普通こう折り目とか接合部分に違う素材が入ったりするんですけど、こいつはファッションとかモードじゃないんだ。ハットはかぶってるけどそれがなんでできてるかとかどういう素材でとか、もちろんこれエイジングもしてもらってるんですけど、結構ね3回4回ぐらい作り直してもらったんですよ。ここをもうちょっとエッジなくしてほしいなとか、この湾曲具合をもうちょっと柔らかくしてほしいなとか、でもそれをねすごい忠実にというかものすごく正確にクリエイトしてくれたので、もう本当にドレスというかジャケットもそうなんですけど、和でもなく洋でもなくスマートなんだけどファッションではない、モードではないっていうところで、時代とかナショナリティとかとにかく全部ボーダーを外してもらって、こういうハットにしてもウェアにしても、メイクにしてもそうなんですけど、人種も超えるっていうか、なんかそういう感じで役を作ったので、あとはそれをどう感情を乗せてセリフを喋るかってことだけだったので、だって役の背景なんてないからねこれどうやったって僕がイメージしたものがそのまま映るっていうふうにはならないんで、できるだけ存在してるのかどうなのかわからないっていうか、なんかその辺をちょっと狙ってはいましたよね。一番大変だったのはトランプの扱いかなトランプの扱いは結構やっぱり大変だったので、すごく綺麗にこうシューってやってパーってこう出すのは結構家で練習しましたね。本当に興味深い人間だよ君は。生と死の狭間の国をもっと見たい、もっと知りたい、そう思っていただけたら今の国のアリスシーズン3、ぜひ Netflix にてご覧ください。See you soon on Netflix.